こんにちは。今日は、おじさん構文っていうことについてお話ししようと思います。僕少し前のエピソードで、ぶつかりおじさんっていうトピックについてお話ししたんですよ。で、その後でもうちょっとおじさんについて考えてたんですよね。なんかおじさんで面白いことあるかなって考えてたら、もう一つおじさんについてのトピックを思いついたんですよ。で、それが、おじさん構文っていうトピックなんですけど、今日はそのおじさん構文についてお話ししようと思います。まず、おじさん構文の意味ですね。おじさん構文の意味は、おじさんが送りそうなメッセージの文ですね。どんな、おじさん構文がどんな文かちょっと見せようと思います。多分これ上にあると思うんですけど、グッドモーニング、流星ちゃん。昨日はちゃんと寝れたかな。僕は朝からコーヒーを作ったけど、ちょっと苦くて飲みにくいや。そういえば、この前素敵なカフェを見つけたんだ。今度流星ちゃんと、行きたいな。お仕事頑張って。僕はいつも流星ちゃんの味方だからね。それじゃあ今日もいい一日を。で、今これ上に出てると思いますけど、この文とセットで、絵文字もいっぱい使うっていう、これがおじさん構文の意味ですね。で、このおじさん構文をちゃんとした綺麗な日本語に翻訳すると、おはようございます。昨日はよく寝られましたか？私は朝コーヒーを作りました。そういえば先日素敵なカフェを見つけたので、今度一緒に行ければ、嬉しいです。それではお仕事頑張ってください。これが綺麗な普通の日本語ですけど、おじさん構文はたくさん絵文字を使ったあんな文。これおじさん構文の、一つの例ですね。じゃあ次はおじさん構文の特徴についてもお話ししていこうと思うんですけど、多分もう一度さっきのおじさん構文、見えますかね。で、まず一つ目が絵文字を使いすぎるっていうことですね。僕、少し前に絵文字についてこのポッドキャストで話したんですけど、絵文字上手に使うのは OK だと思うんですけど、こんな感じで、多すぎる、その絵文字を使いすぎたら、おじさんになるんですね。で、もう二つ目の特徴が、文の最後にカタカナを使うっていうことですね。例えば、流星ちゃんと行きたいなのこのなとか、この文の最後だけじゃなくて、流星ちゃんのこのちゃんとか、頑張ってとか、別に必要じゃない時にカタカナ使うんですね、おじさんって。おじさんにとってカタカナを使うルールってあんまりないと思いますから、変なところでカタカナを使ったら、ちょっとおじさんっぽく聞こえるっていうこともあります。で、次のポイントなんですけど、句読点が多すぎるっていうことですね。この句読点っていうのは、例えば、私は寿司を食べましたっていう文がある時に、この私は点、で、この文の最後に丸ありますよね。この点とか丸が、句読点なんですけど、このおじさんは句読点が多い。めっちゃよく使うっていうことです。メッセージでね。例えば、ここに書いてる、今度流星ちゃんと行きたいなっていう文ありますよね。こんな短い文で2つもこんな点いらないんですよ。でもなんかおじさんは使っちゃうんですよね。なのであんまりこの点を使いすぎたらちょっとおじさんっぽく聞こえちゃうかもしれませんね。で、次が最後のポイントなんですけど、メッセージが長いっていうことですね。その長いメッセージは別にいいんですよ。長いメッセージはいいんですけど、ダメなのは、意味がないことを話すっていうことですね。例えばこの文、僕は朝からコーヒーを作ったけど、ちょっと苦くて飲みにくいや。これいらないですね。言わなくてもいいのに、おじさんはこういうことを言いたいっていう、ステレオタイプみたいなものがあるんですかね。もちろん全部のおじさんがこんなメッセージを送るわけじゃないですけど、おじさん構文っていう名前がありますから、やっぱり、
こういうメッセージを送る人はおじさんが多いんですよね。それからこのコーヒーを作ったけど、ちょっと苦くて飲みにくいっていう分はまあ別にあってもいいと思うんですけど、それプラス絵文字をたくさん使ったり、一つの文の中でたくさん点を使ったりね、いろんなことが、ミックスしてちょっとおじさんっぽくなるっていうことだと思います。で、最後にこのおじさん構文が気持ち悪い理由についてもお話ししようと思うんですけど、はっきりした理由はわからないですけど、多分この絵文字が一番大きいポイントなんじゃないかなと思うんですね。この絵文字を使ったらなんか、スマホに慣れてて若く見えるみたいなイメージがあるのかもしれないですね。なんか俺はいっぱい絵文字使ってるから、スマホを上手に使ってるみたいな、そういうイメージがあって、こういうたくさん絵文字使う人が多いのかもしれないんですけど、でも実際にはおじさんは絵文字あんまり使わない方がいいと思うんですよ。僕のお父さんも昔はね、よく絵文字使ってメッセージ僕に送ったり、僕の妹になんかおじさん構文作って送ったりしてたんですけど、もう僕も妹も絵文字使わないでくださいってちゃんとお願いしたら、もう今は絵文字がなくて普通に文だけの絵文字がない文を送ってくるので、僕のお父さんは今おじさん構文使わないんですけど、でも、今でもこういう、気持ち悪いっていうとちょっとダメですけど、おじさん構文を使うおじさんがたくさんいて、おじさん構文ジェネレーターっていうウェブサイトもあるんですよね。ランダムで、おじさん構文を作ってくれるっていうウェブサイトなんですけど、興味がある人は、どんな文がおじさん構文か、興味がある人はその概要欄にこのリンクを貼っておくので、ちょっと見てみてください。それでこういうタイミングで絵文字とか、点を使ったらおじさんっぽく聞こえるっていうのを、勉強するのもいいかもしれないですね。そんな感じで、今日はおじさん構文についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。